さんこんにちは、手帳の時間です。今回は余りがちな付箋の活用アイデアをお届けします。可愛くてつい買ってしまう付箋ですが、最後まで使い切ったことがないということはありませんか？シンプルな付箋の形を使ってタイトル枠やメッセージボードを作ってみましょう。お家に余った付箋がある方はぜひ一緒にやってみてくださいね。では早速始めていきましょう。付箋と一緒に使った文房具は桜クレパスさんのピグマ 0.3mm の黒ペンです。何本リピートしたかわからないくらいお気に入りの黒ペン。キャップをパカッと開けると先端はこんな感じになっています。今回の動画ではノート見開き1ページにタイトル枠やメッセージボードを作りますが、自分の勉強ノートとかお仕事の資料、お祝い事の色紙などでたくさん使えるアイデアとなっています。もし好きなアレンジがあればぜひコメントで教えてくださいね。ではまずダイソーで買ったデイリーカラーノート付箋を使ってみましょう。いろんな大きさの付箋が揃っているのでなくなるスピードもバラバラだと思います。ということで最初は中間サイズのこちらを使いますね。すべてシンプルでベーシックなものなので簡単にアレンジができますよ。こうして横向きに貼ったらペラペラした部分を糊できれいに貼りましょう。そして外枠をこのように黒ペンでなぞります。定規がなくてもある程度はきれいに線が引けると思いますが、今回は定規を使いました。ここまで書けたら黒いドットを等間隔に横1列で書きます。リングノートのリング部分はこのように上の部分を書いて最後につなげていくときれいに書けますよ。縦向きに書いても可愛いリングノートメモの完成。それでは続いて大きめの付箋を使っていきます。こういう大きめ付箋は皆さん一つは持っていると思いますがどうでしょうか？ある程度メッセージを書き込めるスペースがあるので、色紙一面に同じアレンジをしても可愛いボードメモをご紹介しますね。まずは同じようにペラペラ部分を糊できれいに貼り付けます。そしてボードを挟む板のようなものを描きたいので細長い長方形で付箋を囲みましょう。ここでのポイントは長方形の端っこを少しだけ長めに描くこと。最後に安全ピンの位置を決めてボードとつないだら完成です。次は事務的によく使われている付箋を活用します。この形からイメージできるものといえば何でしょうか？少し長いのでこの辺でカットして糊できれいに貼っていきましょう。縦でも横でもいいですよ。こんな感じでペタッと。例えば定規を使わなくても付箋がガイドラインになってくれるのでまっすぐきれいに外枠が描けます。付箋の上部分に三角を描き足してつなげたら鉛筆の形が見えてきました。あとはこのように芯の部分とギザギザを追加すれば鉛筆メモの完成です。では続いてちょっと濃い色がついているこちらの短い付箋を使ってみましょう。可愛い色が全体についていて少し長方形になっている付箋はリボンアレンジにぴったり。一度覚えてしまえば寂しいノートや資料がパッと華やかになるのでおすすめです。外枠をなぞったらこんな感じでまずは折り目部分を描きます。小さい三角形の積み木がピタッとついているようなイメージで色を塗っていきましょう。そしたら付箋と同じ幅で横線を足して最後にリボンカットを追加すれば可愛いリボンアレンジの出来上がり。簡単に立体的なイラストが描けましたね。では続いて同じような付箋でもう一アレンジ。次も少し立体的なアレンジです。ペタッと同じように貼り付けてください。この形からいろんなものを連想してみて考えた中でとても簡単だったのがチョコレートでした。まずは同じように外枠をなぞって付箋の中にまた小さな四角形を描くために小さいドットで位置決めをしましょう。最後にこれをすべて線でつないでいけばチョコレートメモの完成です。では続いてまたこちらの付箋を使ってみようと思います。バレットジャーナルでも使えるアイデア。適当な大きさでカットをしたらカラーがついている部分をジグザグにリボンカットします。はい、こんな感じ。
これをペタッと貼り付けたらフラッグのようになるので、例えば月曜日から日曜日までの週間の目印にも活用できます。もしくは余白の部分に数字を書き入れてデイリーページを作ってもいいですね。外枠をなぞって好きな長さでフラッグポールを書きましょう。このアレンジも縦横どちらでも楽しめるアレンジとなっています。ノート半ページが埋まりました。何か使いやすいアレンジはありましたか？続いてダイソーの人気シリーズマーク付箋を使いますね。個人的には何度もリピートしていて、これも新品なんですがアレンジしやすい大きさなので使ってみようと思います。まずはペタッと貼り付けて糊でぬりぬりきれいに貼り付けます。そして付箋の周りにカードのような枠を描いていきましょう。あとはピンで位置決めをしてつなげればポラロイドカメラ風メモの完成。次も可愛いアレンジを続けます。このブルーの付箋を使ってみますね。まずは付箋の四隅をチョキンチョキンと切り落としましょう。それだけでもキャンディーのような素敵な形になりますよ。宝石アレンジもできそうな形ですよね。これをいつものようにペタッと貼り付けます。この辺にペタッと。あとは全ての角にピンを書き込めば組み合わせで幾何学模様も作れちゃいます。最後に外枠を描けば完成です。少し手を加えるだけで違った印象になりますよね。次はこのラウンド型の付箋を使ってみましょう。四角以外に丸もアレンジしやすい形です。この辺にペタッと貼り付けて定規が使えないので付箋に沿って外枠を描いていきます。ゆっくりゆっくり。カメラの画面を見ながら描いていたらすごくずれたのでこれは失敗。新しい付箋をペタッと貼ってみました。なんとかこれで大丈夫でしょう。ここまで描いたらあとは上の部分に小さい丸を描いて紐を通すようにぐるんと線を描き足します。はい、これで完成。かわいいな。続いては少し模様のついている大きめ付箋を使います。トゥードゥーリストのような模様がついているのでアレンジが難しいかなと思いますが、定番の影をつけるだけでちょっとおしゃれな感じになりますよ。模様がついているものは途中で飽きたり最後まで使えなかったりするので、簡単影アレンジで新しい魅力を発見してみましょう。まずは外枠を描いてこのように少しずらして線を引きます。もうこれだけで立体的になりましたね。影の部分は黒く塗りつぶすとパキッとした印象になるのでおすすめです。はい、こんな感じ。続いては文房具好きさんにおすすめのアレンジです。大きさは何でもいいので少し横長というか長方形の付箋を使ってみましょう。これを半分に折ってくねっとカットする。そして反対側もくねっとカットします。この反対側はこんな切り方でも可愛いです。そしてこれをパカッと開いてみましょう。これなんだ？答えは可愛い本です。ペタッと貼るだけでも可愛いアレンジですね。付箋を本型にカットして今月読んだ本のタイトルを書いてみたり、読書ノートでも使えそう。もっと立体的にしたい場合はこのように上の部分以外の外枠をなぞって本のページを増やしてみましょう。はい、これで完成です。最後は一番簡単なアレンジいってみましょう。長方形の付箋を正方形にカットします。この付箋の場合はカラーがついているので色が半分半分になるようにカットしました。これをペタッと貼り付けます。あとは中心部分にまっすぐ線を描き入れて上にリボンを描いたらプレゼントの完成。残りのページも可愛いアレンジができました。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。ということで今回は余りがちな付箋の活用アイデアをお届けしました。ただのメモ書きだったり印をつけるためだったり、使ったら捨てる付箋としてだけではなくて
自分の気持ちを少し上げてくれるような、そんな活用方法をご紹介しました。今使っているノートや手帳でお気に入りのアレンジをぜひ一度やってみてください。今日の動画はこれでおしまい。また動画のリクエストがあればコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。